はーい、ケンケンです。今日は1万円以上のハンドグラインダーを比較していこうと思います。私が持っている1万円以上するハンドグラインダー、左からタイムモアの C2、キングラインダー K6、イージープレッソ K ウルトラ、コマンダンテ C40、MK4、タイムモア X ライト、タイムモア C3、この6つのグラインダーを比較していこうと思います。それでは早速刃の形状から見ていきましょう。まずはタイムモア C2 です。価格は現在の Amazon で9980円、ほぼ1万円なので今回は入れてます。刃の見た目はこんな感じ。コニカル式で 30mm の5枚刃、内刃の形状はセラミック刃のポーレックスと近い見た目ですね。材質はサス402、ステンレスです。あまり聞いたことのないステンレスですね。続いてタイムモア C3 です。価格は Amazon で 11,980円。刃の見た目はこんな感じ。コニカル式 38mm の6枚刃、材質はサス420、よくあるステンレスですね。スパイクトゥーカット、突き刺して切るというコンセプトの形状の刃ですね。続いてタイムモア X ライト、価格 Amazon で 16,980円。刃の見た目はこんな感じ。コニカル式 42mm の6枚刃、材質はサス440、C3 のサス420と比べてより硬い材質です。つまり高強度、耐摩耗性に優れます。形状はやっぱりスパイクトゥーカット、突き刺して切るという形状ですね。続いてキングラインダー K6 です。価格は Amazon で 15,555 円。刃の見た目はこんな感じ。コニカル式 48mm の7枚刃、材質はサス420、C3 と同じ材質です。刃の形状としてはコマンダンテに似てるような見た目ですね。続いてイージープレッソ K ウルトラ、価格は Amazon で 37,480 円。刃の見た目はこんな感じ。コニカル式 48mm の7枚刃、材質はステンレスとまでしか表記がありません。これも形状はコマンダンテに近いような形状ですね。最後にコマンダンテ C40、MK4 です。価格は日本の正規代理店ボンタインコーヒーで買った場合で 64,000 円。刃の見た目はこんな感じ。コニカル式 48mm の7枚刃、材質はステンレス、ニトロブレードと言われていて、ステンレスに窒素を添加することによって強度と耐食性、腐食しにくさを向上させてるらしいです。タイムモア X ライトのようなサス440ぐらいの強度を持ちつつ耐食性も向上させたみたいなイメージですかね。というわけで6種類の刃同時に見てみるとこんな感じ。形状は大きく分けて3種類ですね。C2 のようなポーレックス系、C3、X ライトのようなスパイクトゥーカット系、K6、K ウルトラ、C40 のようなコマンダンテ系。大きくくくるとこの3種類がありますね。続いて粉受けの取り付け方式と粒度調整方式を見ていこうと思います。まずはタイムモア C2。粉受けの取り付けはねじ込む方式。基本的に使っててストレスもないですが、たまに引っかかることがありますね。粒度調整はここのダイヤル。使ってて特に問題はないんですが、ちょっとだけ安っぽさを感じますね。続いてタイムモア C3 です。粉受けの取り付けはねじ込む方式。C2 の時とちょっと変わってネジが粉受けの下の方にだけついています。これでちょっと締め込みやすくなってますね。粒度調整は C2 と同じこのダイヤル。全く同じ部品が使われてます。続いてタイムモア X ライト。粉受けはねじ込む方式。ネジのピッチが結構細かくてコーヒーの微粉とかを噛み込んでしまうと引っかかって結構回りづらくなったりします。粒度調整はここのダイヤル。数字が振られていて今何クリックなのかっていうのを覚えなくても大丈夫です。めちゃくちゃこれ私的にありがたいです。クリック感もかなり良くて、ダイヤルを回してるだけでもちょっと高級感を感じるような、
そういうクリック感ですね。この流度調整機構はかなり好きです。続いてキングラインダー K6。 粉受けはねじ込む方式。ネジの長さが結構長くて多めに回転させないと粉受けが取れない印象ですね。ほんのちょっとだけ長いって感じです。流度調整は外側のダイヤル。これやっぱりめちゃくちゃ便利でいいですよね。当然数字も振ってあるので覚える必要もないし、わざわざ粉受けを外してカチカチ回す必要もない。いやー素晴らしい。めちゃくちゃいいです。ただこの外ダイヤルだと分解に手間がかかるので、そことのトレードオフですね。続いてイージープレッソ K ウルトラ。粉受けはマグネット式。これめちゃくちゃ優秀です。もう全てのミルがこれになってほしいです。磁石もかなり強力で落ちるなんてことはほぼありません。でもちょっと回すように取り外してあげると簡単に取れます。外そうと思ったら一瞬で取れるし、つける時もカチッと一瞬でつけられる。めちゃくちゃいいですよこれ。マグネットだと外れないか心配だと思うんですけど、外れないです。めちゃくちゃ本気で振っても外れないんで、もう外す気で思いっきり振ってあげるとちょっと一瞬浮くぐらい、カチッってなるぐらい、外れたことなんか一回もないです。流度調整は外ダイヤル式。こちらも優秀な外ダイヤルです。今何クリックなのか覚える必要もないし、流度を変えたくなったらカチッとすぐに変えられる。素晴らしい。続いてコマンダンテ C40 です。粉受けはねじ込む方式。樹脂製の粉受けでネジの長さは短め、ピッチはかなり大きめでかなり使いやすいです。多少微粉が噛み込んだとしてもスムーズに締めることができます。粉受けはガラスのタイプも付属しているので、こちらも同様に使うことができます。流度調整はこのダイヤル。私はレッドクリックスを入れているので流度調整の段階が細かく2倍になってます。コマンダンテの流度調整ってなんかものすごく気持ちよくて、何なんですかねこの気持ちよさ。カチカチカチっていうこの気持ちよさ、音の気持ちよさとこの感覚の気持ちよさ、ものすごくこの感覚好きです。グラインダーのいいところっていろんな人がよく言ってると思うので、あえて悪いところを一つずつ絞り出してみようと思います。まず C2 なんですが、この粉受けの角の部分、ここに微粉が溜まりやすいです。ここに溜まってなかなか落ちてきてくれません。この粉受けの形状は C3 も同じですね。ピン角でかなり粉が溜まりやすいです。次に X ライト。結構絞り出してるんですが、粉受けのこのネジ、ピッチがかなり細かくて微粉を噛み込んでしまうと締まりづらいことがあります。それぐらいですかね。結構絞り出してます。キングラインダー K6。 流度調整が外ダイヤル式の宿命なんですが、分解が結構手間です。下から刃をぐっと持ち上げて、シャフトをちょっと持ち上げた状態でこの U の字型のピンを外してあげないとシャフトを外して分解することができません。このピンもかなり小さくて、つけたり外したりするときに飛んでいきやすいんですよね。なくしそうで怖いです。ピンをつけるのも結構苦労します。内側の刃を持ち上げながらこの小さいピンをはめないといけない。テーブルにペットボトルの蓋とかを置いて、それに押し付けるようにシャフトを持ち上げてあげれば比較的楽につけることができます。イージープレッソ K ウルトラ。これも流度調整ダイヤルが外ダイヤルなので分解がちょっと複雑です。内側の刃を下から持ち上げて、ここのワッシャーを回して外します。これでシャフトを引き抜くことができます。そして分解をした後はゼロ点調整をする必要があります。
中のワッシャーの締め具合を調整して、0クリックでハンドルがロックされて、1クリック緩めるとハンドルが回る、そういう位置合わせをしなければなりません。コマンダンテ C40、 これ私の中の明確な欠点が一つあって、コーヒーを引き終わった時に一粒だけ引ききれないというか、ここの隙間に挟まった状態でなかなか落ちてこないことがあります。各グラインダーの悪いところ、こんな感じですかね。はい、それでは実際にコーヒー豆をひいていきましょう。使うのはティム・ウェンデルボーのタマナ。豆の見た目はこんな感じ。かなり浅入りです。ディフルードのオムニを使ってアグトロン値を測ってみましょう。豆の状態で 76.8、 ひいた状態で測ると 93.3、 かなり浅入りです。今回はカッピング用に 8g ずつ引いていきます。引き目の設定は以前作った粒度比較表を見て揃えていきます。コマンダンテレッドクリックスの38クリックを基準としてこのクリック数で引いていきます。8g のコーヒー豆、何回転で引き切るのか見ていきましょう。まずはタイムモアの C2。34回転ですね。こんな感じで粉受けの角の部分に微粉が残ってしまいます。本体側はこんな感じ。続いてタイムモア C3。27回転ですね。 C3 も C2 と同様に角の部分に粉が残ってしまいます。本体側はこんな感じ。続いてタイムモア X ライト。33回転ですね。 X ライトの粉受け、角の部分が丸く R になっていて粉が溜まりづらく優秀です。本体側はこんな感じ。続いてキングラインダー K6。22回転ですね。 K6 も粉受けの角の部分丸く R になっていて溜まりづらい形状、優秀です。本体側はこんな感じ。続いてイージープレッソ K ウルトラ。15回転ですね。K ウルトラの粉受けも角の部分は丸くなっている。粉残りも少なくて優秀です。本体側はこんな感じ。続いてコマンダンテ C40。43回転だけど分かりますかね、この一粒だけ引っかかってるんですよ。この音、この一粒がなかなか落ちてくれないんですよね。ハンドルを外して手でシャフトを回してあげたり引っ張ったりしてあげると取れてくれます。粉受けの粉残りはかなり少ないですね。ここは素晴らしいです。本体側はこんな感じ。8g のコーヒー豆を引くのにかかった回転数、こんな感じ。回転数が少なかったということはつまり早く引けるということ。
一番早く弾けたのはイージープレッソ K ウルトラですね。15回転。一番遅かったのはコマンダンテ C40 の43回転。3倍近く差が出ましたね。ただし、早ければ早いほどいいというわけでもなくて、早く弾けるほど弾くのは重くなります。一番早く弾けたイージープレッソ K ウルトラが一番弾くのは重いです。43回転もかかったコマンダンテが一番弾くのは軽い。これはまあ当然というかしょうがない部分ですね。それぞれの弾いた見た目並べて見てみましょう。こんな感じです。ディフルードのオムニを使ってそれぞれの流度分布を測ってクリック数を合わせてるので、見た目的にもかなり同じサイズに弾けてると思います。流度分布に関しては詳しく調べている動画を過去に上げているので、そちらを参照ください。概要欄に動画のリンク貼っておきます。私が以前作った流度比較表を見てみると、流度を一番細かく設定できるのはキングラインダーの K6、次にイージープレッソ K ウルトラ、次にコマンダンテのレッドクリックスを入れたもの、次がタイムモア X ライト、次にコマンダンテのノーマルとタイムモアの C2 が同じぐらい、次にタイムモアの C3 という順番ですね。タイムモアの C3 が1クリックあたりの流度の変化が大きい、キングラインダー K6 が一番細かいということになっています。それではこの豆を使ってブラインドでテイスティングをやっていこうと思います。最終的に1位から6位まで私の好みのランキングをつけていきます。それではテイスティングやっていこうと思います。こっちから1番、2番、3番、4番、5番、6番という感じで私の好みが何なのか見ていこうと思います。それではいただきます。まずは1番から。良い。うまい。はい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 。なるほどね。まず一番言えること、引き目を合わせちゃえばめちゃくちゃ味近いです。すごく似てる味。もうほんと微妙な差。ここまで完璧に引き目を揃えて味の違いを見てみるとほぼない。ただやっぱり微妙な違いはあるんですよね。これちょっと酸味がシャープですかね。これもちょっと酸味が強め。これも強め。これが一番酸味は弱い。この3つ。3、4、5。この3つが結構酸味が強めに感じますね。2番と6番は中くらいの酸味。そして1番。これが一番酸味を弱めに感じます。やっぱり味の違い少ないですね。かなり少ない味の違いは。次に甘さに注目して味わってみようと思います。こういう味の違いが少ないものをテイスティングするときって、一つの味覚っていうか、甘みだったら甘み、酸味だったら酸味、苦味だったら苦味に集中して一個ずつ比べていかないと私わからないんですよね。ちょっと甘みに注目してテイスティングやってみます。これすごくいいですね。今のところこれがすごく好き。なんか酸味の綺麗さと甘みの強さで、この4番すごく好みかもしれないです。4番結構いいですね。やっぱり酸味が結構シャープなのかな。甘さで言うとこれも悪くないな。2番目。いやー、これはかなり味が近いですね。今ちょっとずつ温度が冷めてきてるんですけど、この2番目なんか酸味の綺麗さが優れてる。酸味が綺麗な印象ですね。この2番目。4番は酸味が結構シャープで甘さはしっかりと感じられる。そういう印象。これも悪くない。甘さ。6番の甘さもいいですね。ちょっとずつ温度も冷めてきたので、次は苦味に注目して飲んでみようと思います。わかんない。一緒ですね。苦味。ほぼ一緒。苦味の違い。ほぼ一緒です。苦味はほぼ一緒。
やっぱり酸味と甘さと、あとなんか飲み込んだ後のフレーバーの感じ、それで判断していきます。やっぱこの6番がなんか甘さが強い、まったりとしてるというか、甘さよりな味、酸味より甘さよりみたいな、なんかわかりづらいですね。酸味じゃなくて甘さよりみたいな印象。6番。これ結構酸味寄りですかね、やっぱり。こっちの方がやっぱ綺麗かな。やっぱ酸味の綺麗さが際立つのはこれ。ただ甘さは少なく感じます。かなり酸味寄りな味が2番。2番より3番の方が甘さがある。でもこっちの方が酸味が綺麗みたいな感じかな。これもどっちかというと酸味なのかな。結構バランスいい印象ですね、これ。酸味より、これも酸味よりだけど甘さも悪くない感じ。これも結構酸味より、これがかなり甘さより。これなんだったっけな、5番。これも結構綺麗ですね。やっぱり甘さが強いコーヒーが好きな方は6番が好きなのかなと思います。かなり甘さ寄りな印象。まったりしてるという感じ。酸味が綺麗なコーヒーが好きな方は、2番か4番。2番、4番がやっぱり酸味が綺麗。特に2番酸味が綺麗で、4番もいい酸味してます。で、3番も酸味は悪くない。2番、4番に酸味は劣るけど、程よく甘さもあって、なんかバランスいいというか、私は結構好きですね、この3番。3番いいですね。クリーンな印象。1番も悪くないんだよな。というかやっぱり全部かなり僅差。めちゃくちゃ味は近いです。そんな中での違いを見つけていかないといけないんですけど、最終的に私の好きなランキングつけようと思ってるんですけど、これランキングつけるの難しいというか、豆が変わったらランキングも変わりそうっていう感じですね。明日またやったらランキング変わるかもしれないです。大体わかりました。酸味よりが、これとこれが特に酸味より、これ少し酸味。で、甘さで比べると、6番がちょっと甘さ強くまったり抜けてる感じで、これも程よい甘さ。で、クリーンさって言うと、これとこれ。3と5、結構クリーン。1番は、なんだろうな、バランス型？これが突出してるっていうのはないけど、全体的にすごくいい。甘さも悪くないな。とりあえずランキングはつけるけど、多分明日やったら変わるし、そんな中でも今回の条件でランキングをつけるとしたらっていうのでつけていきます。ちょっと最後に飲みながらいいところを言っていこうと思います。6番はすごく甘さがまったりとしていて強い。5番は綺麗、クリーン。4番、はっきりとした酸味。結構シャープ。3番、そこそこクリーンでいて、酸味もしっかりと感じるけど甘さもあるみたいな、バランスのいい形。2番目は、酸味が綺麗。甘さはちょっと少なめだけど、酸味がすごく綺麗で、はっきりと感じれる。1番はすごくバランス型だけど、ちょっと酸味寄りって感じ。ものすごく微妙な違いの中でテイスティングしてみたんですが、順位つけていこうと思います。すごく難しいけど、やっぱりこれかな。私的にこれが1位。で、これ酸味すごく綺麗でいいんですよね。かなり難しい。じゃあこれ2位。3位か。この甘さの強さも私は好きですね。じゃあこれ3位。すごく甘さが強くてよかった。このクリーンさ。4位。微妙。こっちかな。バランスがすごくいい。この酸味、悪くないんですけどね。この順番にしましょう。左から1位。並び替えました。左が1位。これが最下位。最下位って言っても全然悪くなくて、味の違い、もうほんと少ないです。その微妙な違いの中でのランキングです。それでは、答えを見ていきましょうか。それでは、正解を見ていきましょう。まずは1位。お！ C3 ですね。なるほど。続いて2位。コマンダンテ。3位。C2。甘さが強かったな。C2。4位。X ライト。
クリーンだったやつ。5位 K6 バランス型って言ってたやつですね。で最下位 K ウルトラ。なるほど。1位が C3。バランス型、ちょっと酸味より甘さも悪くなかったのは C3 で、コマンダンテ、酸味が綺麗だったやつがコマンダンテ。コマンダンテやっぱり酸味寄りなんですね。甘さは少なく感じました。でこの一番甘さがあったのが C2。なるほど。でクリーンに感じた、バランス型でクリーンなのが X ライト。バランス型でちょっと酸味寄りだったのが K6 で、最下位が K ウルトラ。酸味が結構シャープだったやつ。なるほど、そういう感じ。 C3 が一番好きみたいです、私は。最後に私なりにグラインダーをどう選べばいいかというのをまとめていこうと思います。まずはじめにエスプレッソ引きの調整が必要かどうか、ここで大きく分かれると思います。エスプレッソ引きができるかできないかじゃなくて、調整が必要かどうか。もしエスプレッソの抽出をする、しかもその微調整をしたいという場合は、キングラインダー K6 かイージープレッソ K ウルトラの2択です。その他のグラインダー、そもそもエスプレッソ引きできないか、エスプレッソ引きはできるけど調整幅が大きすぎて実質できないっていうパターンです。コマンダンテもレッドクリックスを入れて引き目の細かさを2倍にしたとしても、エスプレッソの調整は1クリックの幅が大きすぎて厳しいです。もしエスプレッソ引きの調整が必要でない場合、まずは予算で絞っちゃうのがいいと思います。高いのはコマンダンテの6万4000円から、安いのだったらタイムモアの C2 で1万円ぐらい、Amazon のタイムセールとかで買うと7000円とかになります。ある程度予算で絞って、その中からいろんな使い勝手、粒度調整の感じとか粉受けの感じ、お手入れのしやすさだったり、見た目のデザインとかも大事だと思います。味に関してはこのレベルのグラインダーになってくるとめちゃくちゃ僅差です。ある程度ステンレスのしっかりとした刃がついていて、刃の方式は全部コニカル式ってなると味はだいぶ近いです。本当に細かい味の違いを突き詰めていくというわけじゃない場合、味以外のところで選んじゃっていいと思います。私的に今タイムモアの X ライトがすごい値段下がってて、在庫処分なんですかね。私が買った時って2万4000円ぐらいだったんですが、最近は Amazon で常時1万6000円ぐらいで売られてますね。めちゃくちゃ値段下がってます。すごい狙い目だと思います。今回のグラインダーコマンダンテ以外は Amazon のタイムセールの対象にしょっちゅうなってるので、そういったところを狙うのがおすすめですね。ぜひ参考にしてみてください。それでは次のコーヒー動画でお会いしましょう。ではまた。